パトカーの隣をそしらの様子で走り抜けていく1台の車。あなたがもしその車内で拘束されているとしたら、2022年10月16日、アメリカ・ワシントン州レイシー、午後1時、緊急通報911に1本の通報が入りました。911, what are you reporting? Hello? 電話越しに聞こえてきたのは、必死に何かを訴えようとする女性のうめき声。オペレーターがいくら問いかけても彼女は何も言葉を発することができません。異常事態を察した警察は携帯の位置情報を頼りに現場へ急行。すると現場となった民家は玄関の鍵も開け放たれた状態。室内には争った形跡があるものの女性の姿はなく、警察は焦りを募らせます。まだそう遠くへは行ってないはずだ。警察のその推測は当たっていました。そう、警察はついさっきこの家の前ですれ違っていたんです。これから森で生き埋めにされるその女性と、電話口で悲痛に何かを訴える女性の声にならない声。この後生き埋めにされてしまう彼女の運命は、女性を待ち構えていたのは、常人には到底理解できない地獄の苦しみだったんです。おそすけんちゃんです。みやみやみかです。最近ね、朝ルナにおはようって言うんですけど、ルナ絶対おはようって言って返してくれるんですよ。ね、ちょっと真似してよ、ルナちゃん。私があなたの真似するからね。おはよ本日ご紹介するのは、アメリカ・ワシントン州で起きた女性が生き埋めにされてしまった恐ろしい事件なんです。これですね、犯人に襲われているその最中にも警察と電話が繋がっていてですね、その生々しい音声が残っていたことでも注目を集めたんです。怖い。私なんか海外ドラマとか、フィクションでね、聞いたことはもちろんあるんだけど、実際の聞いたことないかもしれない。その被害者の女性は逃げながら電話かけてたってこと？なぜ警察と電話が繋がってたのかっていうのは、ちょっと今伏せとくんですけど、そもそも女性はなぜ襲われなければならなかったのか。犯人の動機ね、マジでしょうもないことだったんです。相入れぬ関係。2022年10月16日、アメリカ・ワシントン州レイシー、人気のない森の中に響いていたのは、何度となくシャベルで地面を掘り返す音。その音を間近で聞いていた女性アン・ヨンスクは恐怖にその身を震わせていました。もしかして私は埋められてしまうの？ヨンスクは手足を拘束され、ダクトテープで目隠しをされている状態。今目の前で何が行われているのか気配で察するほかありませんでした。そして何より恐ろしいのは、ヨンスクを埋めるためのその穴を懸命に掘り進めているのが彼女の夫だということ。一体その日、夫婦の間に何があったというのでしょうか。その日、2人の子供たちと教会へ出かけていたヨンスク。彼女が帰宅すると、家の前には見慣れたミニバンが止められていました。あれ？パパが来てるみたいだね。はぁ、そうみたいね。子供の問いかけに対し、ヨンスクはため息混じりに答えました。実はヨンスクはこの2ヶ月ほど前に退役軍人の夫チェ・ギョンワンとの離婚を申請。以来夫とは別居していましたが、彼の家には洗濯機がなく、週に一度はヨンスクの家に洗濯をしに来ていたんです。しかしこの日は少し事情が違いました。パパ、あれ？どこにいるの？家の前に車が止められているにもかかわらず、家の中へ呼びかけてもギョンワンは姿を現さなかったんです。車だけ止めてどっかに買い物行ってたとかじゃないの？改めて説明するほどおかしなこと？実はですね、この時ギョンワンはあえて姿を現さなかったんです。しばらくすると、その日は日曜日だったこともあり、2人の子供たちはそれぞれ遊びに出かけることに。そしてそれはヨンスクが着替えのために寝室へ向かった時のこと。寝室へ入ると同時に発せられたその声に思わず体をこわばらせたヨンスク。そう、そこでは夫ギョンワンが彼女を待ち伏せしていたんです。彼は子供たちがいなくなるまで身を潜め、ヨンスクが一人になるタイミングを待っていたんです。今日は金の話をしに来た。ヨンスクを睨みつけるようにしてそう言い放った夫ギョンワン。彼の言うお金の話とは、離婚に際する慰謝料のこと。なぜ慰謝料を払う必要があるのか。実のところ夫ギョンワンには最近まで DV による接近禁止命令が出されていたんです。接近禁止令が出てたやつが週1で洗濯しに来てるってさ、めちゃくちゃ危険じゃない？大丈夫それ？実はヨンスクのように DV から逃げ出そうとする被害者っていうのは、 DV を我慢し続けていた被害者より危険な目に遭う確率が高いんです。というわけで本日のメトラキーワード、アメリカの DV 事情について。
米国 DV 防止連合によると、アメリカの DV 被害者は年間1000万人以上。そのうち警察へ通報する被害者は約 27%、DV による負傷で治療を受ける被害者は約 34%。ほとんどの被害者が相談も治療もせず DV に耐え忍んでいるとされているんです。DV 被害者が何もせずに DV に耐え続けるのはパートナーの報復を恐れてのこと。実際に恐ろしいデータもあり、パートナーから逃げ出した女性が殺害されてしまう確率はそのまま DV に耐え続けている被害者に比べ70倍にもなるとされているんです。あなたと話すことは何もない。いいから帰って。いや、まだ話は済んでない。俺はお前に金を渡すつもりなんてさらさらないんだ。お前に金を渡すくらいならお前を殺した方がマシだ。一切取り合おうとしないヨンスクの態度に逆上し、拳を振り上げた夫ギョンワン。また始まった。ヨンスクは頭をかばいながら夫からの暴行が止むのをじっと待っていました。ヨンワンの殺すという言葉はいつものこと。この時ヨンスクもまだ彼がその言葉を本当に実行に移すなどとは思っていなかったんです。ここから夫のギョンワンはヨンスクを生き埋めにしちゃうわけ？慰謝料払う払わないの問題だけで？ギョンワンはエリート軍人だったので、お金の問題というよりはプライドが許さなかったんじゃないかなと思います。そして DV にも果敢に抵抗したヨンスクのことなんで、ギョンワンの犯行に対してもただ甘んじて受け入れるわけではなかったんです。決死の SOS。2022年10月16日午後1時頃、緊急通報911へ1本の通報が入りました。911, what are you reporting? Hello? Hello? オペレーターが何度話しかけても通報してきた女性はうめき声を上げるだけ。同時に電話口からは何か殴りつけるような音も聞こえており、オペレーターはただごとではないと判断。携帯の位置情報からすぐに警察が現場へ出動するんです。そして通報してきたその女性はそうヨンスクでした。この後夫ギョンワンはヨンスクを押し倒し手足を拘束、ダクトテープで目隠しと猿グッズを押した状態でヨンスクを放置し、一度部屋を出て行きました。彼女はその隙をついて911へ通報していたんです。両手足縛られてるのにどうやって通報できる？いわゆる文明の利器ってやつですね。現代には両手足を縛られても通報できる方法があるんです。両手足を縛られた状態で911へ通報したヨンスク。彼女が通報に使ったのは Apple Watch でした。Apple Watch にはサイドボタンを長押しするだけで緊急通報、そして位置情報の通知ができる緊急 SOS 機能がついています。ヨンスクはその機能を駆使し911へ電話をつないでいたんです。そしててめえ何しやがる。しばらくしてヨンスクの部屋へ戻ってきた夫ギョンワンは妻が911へ電話していることにすぐに気がつきました。オペレーターが聞いた殴りつけるような音は彼がハンマーで Apple Watch を砕く音だったんです。Apple Watch そんな簡単に通報できるって知らなかった私。これ知らない人も多そうなので、皆さんも持ってる方はこれを機に知っておくと、もし両手足を縛られた時に通報できますので、そんな日が来ないことを祈るんですけど、一応ね知っておくといいかもしれないですね。その後夫ギョンワンはガレージへ回しておいたミニバンの中にヨンスクを引きずり込み森へ向かおうとします。そして実は2人が車へ乗り込んだ時、警察はすでに現場に到着していたんです。そう、ハンマーで砕かれてしまったヨンスクのアップルウォッチはまだ911へ繋がっており、到着した警察の声をしっかりと捉えていました。ここから夫ギョンワンは車内に潜んで警察をやり過ごし、タイミングを見計らって発射。なんと被害者ヨンスクを乗せたそのミニバンは後からやってきたパトカーともすれ違っていました。その後警察は帰ってきた2人の子供たちに事情聴取。夫ギョンワンに以前接近禁止命令が出ていたことを踏まえ、早急に捜査に乗り出すことにしたんです。一方その頃、森の奥へとヨンスクを連れ出し、彼女を埋めるための穴を掘り終えた夫ギョンワン。彼は持っていたシャベルをその場に下ろすと、身動きのできないヨンスクに近寄り、彼女の胸をナイフで突き刺しました。胸に激痛を感じたかと思うと、同時に夫の掘ったその穴の中へ放り込まれてしまったヨンスク。夫ギョンワンはヨンスクの上に木の板で蓋をすると、またシャベルを持ち上げ、その穴に土をかぶせていきました。想像しただけでえげつないわよこれ。刺されてしかも生き埋めで苦しいわで、奥さんにこんなひどいことできるわよね。鬼畜とはまさにこのことなんです。そして実はですね、夫のギョンワンが予想だにしなかった事態が起こるんです。強き人。2022年10月17日、深夜1時を迎えようという頃、レイシーの町のある民家に玄関の扉を何度も強く叩く音が響いていました。こんな夜中に何かしら想像しいわね。眠い目をこすりながら怪げそうにその扉を開けた女性。するとそこには泥だらけのヨンスクが立っていたんです。助けて！全身にあざを作り、足や首元にはダクトテープをぶら下げたまま、住民の女性に必死で助けを求めるヨンスク。彼女は夫ギョンワンに刺され、生き埋めにされた後も奇跡的に生き延びていたんです。
夫ギョンワンに埋められてから何時間が経っただろう。辺りがすっかり暗くなった頃、ヨンスクはその土の中から顔を出した。彼女は夫に土をかぶせられるその最中も必死に体をくねらせ、土の中にどうにか息を吸えるスペースを確保していた。そして夜が訪れるのをじっと待っていた。今ならあの人にも気づかれない。そう、ヨンスクが何時間も土の中で息を殺していたのは、元軍人の夫ギョンワンの抜かりのなさを知ってのこと。明るい間に土から這い出せば、まだ近くに潜んでいるギョンワンにすぐに見つかってしまう。ヨンスクは手足を縛っていたテープをどうにか剥ぎ取ると、ゆっくりと立ち上がった。まだ油断はできない。慎重に。ヨンスクは夫に刺された胸の痛みに耐えながら着実にその足を進めていく。そして何十分歩いただろう。彼女はついにその目で街の明かりを捉えた。助けて！ヨンスク生きてたの？これめちゃ奇跡的じゃない？しかも元軍人の夫を警戒して数時間土の中でじっとこらえてたんです。本当に強い女性なんだなって感心させられますよね。無事に森から抜け出したヨンスクは近隣住民に助けを求め、その後駆けつけた警察に保護されました。彼女は警察が到着するとすぐに駆け寄りこう言ったんです。助けて、夫に殺される、まだ近くに隠れてるの。警察が森の中を捜査すると、ヨンスクが埋められていた穴の中には彼女を拘束していたダクトテープ、そして壊れたアップルウォッチが転がっていたといいます。結局夫のギョンワンは翌日の夜8時、レイシーの町から8キロ離れたハイキングコースにいるところを逮捕。第1級殺人未遂、第1級誘拐罪、第1級暴行罪で起訴される運びに。報復を恐れたヨンスクの強い希望により、夫ギョンワンは保釈金なしで拘留されることになりました。保釈はやめてください。本当に怖いんです。もし彼が出所したらまた私を殺しに来るに違いありません。まあこれでも DV 被害者だからこそ分かる怖さだもんね。ほとんどの人が何されるか分かんないからできずじまいなわけじゃない。DV するやつって治らないって言いますからね。しかもですね、暴力を振るっただけじゃ逮捕するのも難しい場合もあるっちゃあるんです。まあ、もうすぐ通報した方がいいとは思うんですけど、だから場合によってはね、被害者の方も逃げ場がなかったりするんですよ。例えば恋人とかさ、親とかさ、暴力されてるけどなんか愛がある時って通報して捕まったら家庭崩壊とかになっちゃったらさ、どうしようと思うとこらえたりね、する人もいると思うんでね。これ見てる皆さんの中にもそういう状況の方いるかもしれないんですけど、簡単に通報しろとは言えないですけど、やっぱりね、抱え込まずに相談できる方ね、すぐしていただければと思います。はい。DV の末に離婚を突きつけられ、思い通りにならない妻を生き埋めにまでしてしまおうとした夫ギョンワン。彼は軍人として戦地に赴く日々で精神疾患を患っていた可能性が高く、その精神状態が度重なる暴力につながっていたともされているんです。一方でアメリカでは今回のように DV が重大な事件につながるケースは決して珍しくないんです。DV 被害者がパートナーに怯えることなく、いち早く助けを求められるような制度が今後の社会に求められるんです。また日本でも2026年をめどに離婚後の両親のそれぞれが親権を持てる共同親権の法改正が進められており、離婚後も DV が継続される危険性が課題とされています。そうした社会の動向から僕ら日本人も今後より真剣に DV 問題と向き合っていく必要があるのではないでしょうか。